こんにちは。今日は手帳を一元化すると何が起きるのかという話をしたいと思います。もともと私は、手帳をいろいろ書いてきたんですけれども、傾向としてはやはり一元化をしたいタイプでした。で、その理由がいくつかあるんですけれども、私の場合はいろんなものを、別々のノートに書いていくと、今から書こうとしているのがカテゴリーをどういうふうに分ければいいのか分かんなくなって面倒くさくなっちゃうっていうようなことがありました。あとはもう書いてる最中からもうすでに、日記を書いてるつもりがアイデアにどんどん変わっていって、またその中から、タスクが出てきてっていう感じで一つ書いてるのになんかいろんなことを、カテゴリー分けできそうな内容を書いてしまうっていうのもありました。で、そういった感じでそれをわざわざ分類していくことを考えるとだんだんその分類疲れっていうような状態になってしまったっていうのがあります。実際には私の場合はもうプライベートが基本的にここに書いてあって、仕事に関してはちょっと別になっています。というのも仕事がちょっと医療系なので患者さんの情報とかが入ってしまって、それを別のところでなくしてしまうとかいうことがあるといけないので、それは別にしていますが、ただ、そういう仕事でない方でも、一元化した方がいい場合っていうのはあるかなとは思うんですけども、なんで私が一元化したのか、その、理由はそういったことがあったっていうことになりますが、じゃあ実際に、一元化して何が起きたのかっていうことになりますが、実際こうやって、私が今持ってるのは、ここにあるのは2025年の1冊が結構な分厚さになってますね。これ英語サイズの、まとめ1年分になってます。で、こっちは2026年のまとめになっていて、その分厚さもこんな感じで結構あります。で、こちらも時系列に全部1月1日からずっと12月31日まで、分類、せずに全部時系列になっています。ただ、例えばこの、役割とか、価値観とかビジョンとかこういったものは、一応、プランナーゾーンという形で分けているので、それ以外の1日1ページだったりっていうところが、1冊、通して時系列になってるっていう感じになります。はい。で、何が起きたかっていうと、もうこの1冊に全部書いてしまえばいいっていうので、書く場所に迷わなくなりました。私はこの、M5 サイズの手帳にまずはデイリーログを書いて、1日1ページのデイリーログと、あとはその日あった出来事だとか思ったこととかジャーナリングとかモーニングページとかいろんなことを、イベントログという形で記入していってます。で、それを1週間ぐらい書き終わったら、今度はこちらの、英語サイズのプロッターの方に、移動をさせているっていうような感じですね。なので、日付を書いたらそこにデイリーログを入れたりイベントログを入れたりっていうような感じで運用しています。書く場所に迷わなくなったので、アイデアも出来事もジャーナリングも、モーニングページもタスクも、全て一冊とりあえずこっちに書いて全部こっちに移動していくっていうような感じになりましたので、もう本当に迷わなくなったっていうのが一番です。で、そうすることで何がいいかっていうと、たくさん分類している、分冊してしまっていると、やはり管理の、頭の中の管理コストにすごくかかって、あれはこれにここに書こう、あれはここに書こうみたいな感じにしたり、あとはこれは何に分類できるかなみたいな感じで、やっぱりそこに思考後の、ワンクッションが起きてしまうので、これは何について書こうみたいなのを先に考えなきゃいけないということで、エネルギーをかなり使うっていうのが私の中で気になっていたのが、それがなくなったっていうのが結構大きな変化でした。また、1年を1冊でこんな感じで書いているので、あの時何が起きたかなっていうのを、
何月何日大体この辺に何かがあったみたいなのが、すぐにパッと開けるので、しかもそれが、時系列でその前後関係が、全部日記になってたり、時間ログ、時間の、タイムラインになってたりするので、めちゃめちゃ振り返りとか、流れとかが見やすくなります。で、あの時に私はこういう決断をしたけど、なんでそれをそんな決断したんだっけみたいなのも書いてあるし、お出かけで行った時の、気持ちとかっていうのも書いてあったり、本当にいろんなことが全部、時間で時系列で、見ることができるということで、人生の流れが見えるっていうのがすごく、一元化のメリットかなと思っています。また、振り返りもその分しやすくなります。どこに何が書いてあったかみたいなのを一切考えずに、とりあえずこの何月何日あたりに、何かが書いてあるっていうのを振り返りをしやすいので、だいたい観察、自分がその時に何を考えていたかみたいな観察だとか、自分の価値観を発見したりとか、そこからアイデアを膨らまして想像するとか、そういったことができるようになりました。なので、自分自身を、こうやってどんどん、わざわざ分類せずに、とにかく思ったこととか見たものとかを全部一冊にして見ていくことで、自分の人生をメタ認知するような感じですね。広く捉えることができていって、でその中で自分が何を大切にしていたのかとか、どんなものが大切だと思っているのかっていうのがすごく分かりやすく見えてくるようになります。さらにさっき言ったように、アイデアなんかもここに全部、分類せずに書き連ねていくので、そのアイデアとアイデアがその時系列でどういうふうに発展していったかとか、過去のアイデアと今のアイデアがつながって新しいものが生まれたりとかっていう、そのアイデアを広げていくクリエイティビティにもつながるっていうのがすごく起きやすくなります。また、人生を一本のタイムラインとして見るっていうことで、過去の自分を今の自分がどう振り返ってどういう風に変わって、これからどうしていきたいとか、これからどういう風な人生作っていきたいとか、自分の人生にはどういう、流れがあるのかみたいなのを本当に見やすくなるので、人生を一本のタイムラインとして見ることができるようになります。で、実際私がそれによってどう変わったかっていうと、以前は本当に夢もなく、やりたいこともなく、うつうつとした日々を過ごしていたんですけれども、その時の辛さとかを書いていたりして、その中で自分が本当はこういう風になりたいとか、こういう風にこの先生きていきたいんだけどうまくいかないとか、そういう思いが全部書いてあるので、時を追うごとにそれを振り返って、私こういう風に感じてたんだ、今ちょっと大きく成長してるなとか、成長過程がわかるし、本当に夢をその時に書いたものが実際に叶ってたりとか、その当時辛くて祈っていたことがもうすでに叶えられていたりみたいなことも結構、何も書いてなかったら気づけなかったようなミラクルに後から気づくみたいなこともあって、すごくノートを、手帳を一元化するっていうことが私にとっては、自分を発見したり自分の人生を想像したりっていうのにすごく大きな影響を与えてくれたなと思っています。で、一元化することでその長い、1年書くだけでも結構大変かもしれないんですけれども、割と、慣れていくと本当にいろんなことがまとめてここに書けばいいっていうだけなので、本当にいろんな、ことが書けるようになってきますし、私はその前の手帳もいっぱい持って、書き続けていたんですけれども、そういうものを、あんまり私は捨てたりはしないんですが、一時期捨てた時期もあるんですけども、その時の記録が残ってないから自分がどんな風に生きてたのかも全然分かんなくなってしまったりしていて、ちょっと残念だなと思って取っておくようにしました。で、そうすることで、自分が生きてきた軌跡が見えて、この先の展望をどのように、進めたいかっていうのを、自分の中で作って、でかつそれが思ったのとは全然違うような道に毎回なるんですけども、それもまたすごいミラクルだったり恵みがあったり、本当に神様が導いてくれた道だったりっていうのが見えてくるので、本当に感謝をすることがたくさんできるようになったなと思っています。はい、ということで
今日は、一元化をすることで何が起きるかっていう話をさせていただきました。興味のある方は、M5だったりちっちゃいメモ帳とかでも本当にできると思いますが、それと、大きいサイズの手帳この2つを併用していって一元化をしてどんどん積み重ねて人生を創造していくという手帳術ですね。タイムライン一元化手帳術って私は言っていますが、これをぜひ興味のある方はやってみてください。ありがとうございました。